はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はガスケット作り先やります。まずはヘッドカバーのガスケットですね。よいしょよいしょ。4個分ですね。とりあえずは、マスキングテープで貼ってきます。カッティングシート切るやつでガスケットって切れないんでしょうかね。切れるなら買ってみたいと思うんですけどね。はい、まずは内側から切っていきます。ではポンチで、ネジ穴の部分を開けていきますね。ポンチ穴開けたら外側をハサミで切ると。線の外側ちょっと余裕を見て切ればいいですね。はい、これで1枚完成ですね。こんな感じでどんどんやっていきます。はい、完成しました。4個。次ですが、ロッカーカバーの蓋の部分ですね。これでロッカーカバーのガスケットを終わりましたね。そして次のガスケットはロッカーアームのシャフトホルダーの部分ですね。1個目完成しました。では続きをやっていきます。はい、ちっちゃいガスケット全部できました。はい、あと1個ガスケット、カムチェーンカバーですねのガスケットやっていきます。これで一通りガスケットは終わりましたね。はい、では次、ガスケット終わったので今回は、ここですね。カムベアリングホルダーのパーツ1個作り直しですね。ここはもう設計変更があったので仕方がないです。材料はまだあるので、まだ数個は作れますね。さて、では作業始めてきます。まず旋盤リセットですね。最終的には外周全部削ってしまうので、あんまりがっちりと精度出す必要はないですが、それなりに出しておきます。これいいかな。
ドリルが終わったらベアリングの入る中ぐりを進めていきます。はい、23.005ぐらいかな。うわ、間違えた。なんか違うと思った。最終的にこの形状にしたいので、今やっているのはこの溝を掘っている部分ですね。この寸法を間違えてしまいました。本来なら溝の端はここなんですが、こちらになってしまいましたね。もう修正は効かないので、最初からやり直しとなります。間違えちゃった。間違えたので一回切り離しました。また最初からやり直しです。今度は間違わないようにきっちりと毛書きをしていきます。よし、これで OK。あとは突っ切りで切り離してしまえば旋盤工程は終わりですね。こっちはまあ 4.5 にしてあります。ちょっとずれてますけど、こっちはちょっとまだ太いので、ここが 4.5 になるようにというか、まあここの全長が24になるように調整していきます。ちんだね、これはやっぱ。これで加工完了です。よいしょ。今24ジャストで予定通りですね。はい、仮固定できたので調整ですね。針が触れていないので水平方向の調整はこれで終わりです。よし、これで OK。でロックできましたね。よし。
これで片面終わったので、引き続き反対側も作業していきます。セット方向を間違えないように、この向きとこんな感じですね。あとはここ削れば終わりです。ここは精度的にうるさくない場所なのでサクッと終わらせてしまいます。後で比べてみますが、最初の部品との違いはここですね。最初は2つのネジで留めるのが両端だったんですが、今度は3つのネジになりました。結局それだけなんですよね、さといえば。これで、作り直し部品終わったので、ロッカーアームの調整始めていきます。さて、一回調整のためには全部外さなきゃならないですね。まずキャップは外しました。次。こいつだね。ベアリングの池をどんどん外してきます。次。ベアリングのホルダーの部分はタイトに作ってあるので、温めないと外すこともはめることもできません。ホットプレートかなんかで全体を温めた方が早いかな。よいしょ。はい、取れたと。でもこの方法でもばらせるからよしとしよう。はい。これでヘッドカバーが取れましたね。で、ヘッドカバーで問題になるのがこのロッカーアームのズレですね。でこれだけ動いちゃうんですよね。センターにいれば問題ないので、お互いがセンターの位置を守ってる限りは空間も十分にあるので問題ないですね。よいしょ。先ほど作ってた部品はここの部品ですね。今ちょっと幅広いんですが、横幅広いんですが、これは、カムチェーンカバーをつけた時とのクリアランスを調整するためにちょっと余白今取ってます。よし。はい、カムシャフト取れましたね。よし。はい、ばらせました。はい、では次の工程ですが、ロッカーアームにスペーサーをつけていくことですね。こっちの壁沿いにつくので、約4ミリのスペーサーを入れることになります。で、素材は丸棒、パイプ材ですね。穴の開いたパイプ材があるので、穴はちっちゃいですけどね。これに5ミリの穴を開け直してくっつけてきます。こんな感じで。なので、まずは旋盤で5ミリの穴通して5ミリほどで全てカットしていきます。数は8個以上。
スッキリで切り終わったらパン面を整えて距離を 4mm に設定します。そしてあとは面取りなどの仕上げですねを進めていきます。元は10個ありましたが1個失敗したので9個。まあそれでも必要数プラス1なので問題ないですね。これでスペーサー完成です。はい、これは1個テストで作ってみた部品ですね。ここの部分溶接でこれをくっつけてありますのでちょっと長くなってますね。今ちょっと見本もう1個の方見せますね。はい、2つ比べてみるとはっきりしますね。こちらもこういう風にくっつけますね。なので一旦ロッカーアームを全部外していきます。はい、全部取れましたね。油がついていると溶接がきれいにいかないので今のうちに脱脂しておきます。まずロッカーアームのシャフトを通してスペーサー入れます。向きは合ってますね。でスペーサー入れたら電極くっつけて何箇所か点付けで固定したらあとは全周ぐるっと溶接してしまいます。ここ全周やらなくてもいいんですがなんとなく全周やってると綺麗なので全周やってしまいました。これがこの溶接機で取ったやつ、くっつけたやつですね。結構綺麗につくんですよね。まあ点付けの集合体なので強度はさほどありませんけどこれで十分です。よいしょ、見えるかな。結構細いから難しいかもしれないけど溶接機本体についてはオリオン溶接機で検索すれば出てくるのでぜひ検索して調べてみてください。8個全部溶接終わりました。まあみんな綺麗ですね。ではロッカーアーム組んできますか。今度はもうガスケットも入れてちゃんと組みます。まず片側だけ蓋しちゃいますね。はい、片っぽつけました。片っぽは開けときます。これはあと3つやってきますね。次はロッカーアームを入れていきます。基本通りオイル塗って滑りを良くしておきます。はい、ロッカーアーム1本入ったと。動きは特に問題なしと。はい、これで全部できたと。はい、4つロッカーをつきましたね。全部特に問題なくスムーズに動きます。次は位置合わせのための仮組みですね。ここは本締めをせず軽くガタがある程度にしときますね。
これでガチャガチャ動きますが、形にはなりました。今からやんなきゃいけないのはこの幅ですね。今これちょっと大きく作ってあるので高さを減らしていくんですよね、ここから。ただそれは、カムチェーンカバーつけてそこのクリアランスで決まるので、このまんまカムチェーンカバーをつけられる状態まで組んでいって、それで1、2目ですね。なのでまず腰上このまま仮組みしていきます。仮組みは過去にも何度かやっているので飛ばしていきます。これで一通りくっついたので、ここの隙間ですね。で、この隙間を計測して、こすった時の感覚。ここのクリアランスが 23.33 ですね。23.33。で、これが 24.05。0.36 ずつ落としていけばちょうどよくなりますね。では、フライスで加工してしまいます。はい、セットできたので、23.69 ミリになるまで削ります。はい、これで今 23.69 になりました。そしたら外して反対側削りますね。はい、23.33 ですね。33と。一応、ネジ止めはしませんが、はい、位置は問題ないですね。よし。いい位置だ。これでいいでしょう。よし。よいしょ。次で今回の、動画最後の加工になりますね。はい、使うスパークプラグです。これが模型用の、4分の1と32の、ネジ切ったプラグですね。これがここに入るんですが、プラグレンチは 8mm のソケットそのまま使います。8mm のソケットだとここギリギリ入るようになってるんですよね。ただここ削り忘れたので、ここ削んないといけないです。一緒にやっちゃえば楽だったんだけど、こうなるとちょっとめんどくさいですね。しかしプラグちっちゃいですね。こんな感じですが、はい、一応これでプラグホールの加工は終わったんですが、まあ正直かなり狭いところを通すので専用レンチを作ることになると思います。今回は正直非常に細かくて分かりにくい加工ばかりですね。この写真はどうしてもサムネが思いつかなかったので、今まで作った部品の集合写真を撮ってみました。たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。